はいどうもご無沙汰しております。暇な人です。さて突然なんですけど、現在私韓国におりましてですね、昨日一昨日と会社の同期とともにソウルミョンドンを中心とした観光三昧を楽しんでおりました。そしてもう一日あるんでね、今日は近郊の町スウォンを散策していこうと思います。スウォンはソウルから南に35キロほどの距離にある町で、水源過剰スウォンファソンやカルビが有名な町です。たまたま Google マップを使ってソウルの観光地を調べてた時に出てきたこのお城の写真に一目惚れしちゃってね、今回の旅を決めたって感じです。ソウルからスウォンの中心街は特急や地下鉄で簡単に行くことができるんですけど、この水源過剰っていうところがちょっと駅から離れてて、直接市内から行きたいんだったらカンナムかサダンヨックから出てるバスに乗るのが便利です。このバス完全にローカルバスになるんですけど、ちょっと我々ね、韓国語の素養が全くなく、ハングル見ても何のこっちゃって感じだったんですけど、心配ご無用です。韓国はね、この T マネーってカードがあれば基本どこでも行けるんですよね。台湾でいうヨーヨーカーみたいな感じかな。たださすがにローカルバスになるんで、ミョンドンとかとは違って日本語の案内はないんで、もうバス乗ったら Google マップを開いて、それっぽい時間それっぽいところで降車輪を押すのを忘れずに。危なかったです我々。水源過剰は李氏朝鮮の第22代清楚チョンジョって読むらしいですねが築いた城郭です。この人の父親の墓を建てた時に、この墓の周りに城郭とそして楼閣を築いて防護を固めたのが今の形だそうです。一周すると5キロ6キロぐらいになるんで、もう事前に地図とか観光地をチェックしてどこを回るのか決めておく方が無難かなって思います。南の方にある大きな門、パルダルムン、日本語だと初脱門って読むらしいんですけど、この近くに過剰行宮や市場があって、いかにも中心って感じがするんで、我々はまずこの北の長安門、三安門から南に向かって半周することにしました。ちなみに着いて早々我々大興奮でした。なんかゲームの世界に来たみたいじゃない？もうかっけーすげーって言ってお互いの写真を撮りまくってましたね。名古屋城や大阪城にワクワクする外国人の気持ちがちょっとだけ分かった気がします。日本や韓国って言うて中国の影響をたくさん受けてる地域だと思うんですけど、建造物のデザインとか色使いは三種三様なのが面白いよなって思います。なんていうんかな、日本が地味なだけで韓国と中国は一緒かなって思ってたんですけど、この旅行中感じたのはそこも結構違うってことなんだよね。うまく言語化できない。でもどうなんだろう、欧米人からしたら一緒に見えるんかな。そしてね、この歩いている城郭の内側の部分は割と市街地化されてるのがなんだか不思議な感じがします。水源過剰もソウルにあるチャンドックンと同じく文化遺産に登録されてるんですけど、外国人観光客はあんまりいないイメージです。ソウルの街から遠いからでしょうかね。ここスウォンの地は風水的にとってもいい場所らしくて、実際にソウルからの銭湯も検討されていたらしいです。確かに一国の主が移り住むにふさわしいだけの大きさですね。さあのんびり南下していきましょう。ところどころある案内板がハングルと英語しか書かれてないんで、しかも英語の方はハングルの発音書き記しただけじゃねって感じのも結構ありましたんで、しっかり迷子になりました。ちょっとぐらい韓国語勉強しようかなって思ったね。そして韓国って Google マップだと徒歩のルート全然出てこないんですよ。後で調べたら代わりにネイバーマップを使うらしいです。ネイバーか、なんか聞いたことあるな。ネイバーまとめとか昔よく見てました。さあ歩いて歩いてやっとの思いで過剰行宮に着くと、なんだろう、催し物かな。これね、武芸24技っていう実践武芸のパフォーマンスなんだって。
最初はレプリカの剣を振る演目か。なるほどね。なんか時代劇みたいで面白いなと思ってぼーっと見てたんですけど、途中から真剣に変わってたらしくて、なんかもう竹やら藁やらを切り倒し始めて我々大興奮ですね。なんか大人も子供も湧いてました。こちらの演目毎日11時からやってるみたいなんで、こちら過剰行宮行かれる方で午前中に行けそうな方はタイミング合わせてぜひ見てみてください。行宮っていうのは王様が地方を訪れる時に使う場所らしいんですけど、もうここの過剰行宮は銭湯を前提として作られた場所だったので、御所の機能も持たせていてすーげー広かったのよ。冗談抜きで迷路で、同期と一緒に終始もうどっから来たっけ俺らって言いながら巡ったつもりだったんですけど、絶対どっか抜けてるわ。回りきった気がしません。過剰行宮から繁華街を抜けていくと、お待ちかね初脱門パルダルムンに到着です。ここね、門の周りが丸く囲われてて、さらにその外側のところが円形交差点みたいになっててちょっと面白いんですよね。中入ってみるとなんか壮大な感じ、なんて言うんだろう、これぞ俺らが Google マップで見たやつ、真剣ゼミで見たやつやーっていう現象になってました。内側を見ると竜の絵が描いてあるんですよね。なんか中華圏のお寺とか行くと竜があると虎もあるイメージなんですけど、ここは竜だけだったような気がする。どうだろう、違う門に虎書いてあったりするんかな。なんかどういう意味があるのか教えてほしいです。さあ、ということでこのパルダルムンの周りはたくさんお店があって誘惑が多かったわけなんですけど、せっかくねスオンはカルビが美味しいって聞いてたんで、少し行ったところにカボジョンカルビっていう有名な焼肉屋さんがあるらしいので、そちらに向かいます。ここね、歩いてみた感じ3号店ぐらいまであった。すぐそこのところに我々が頼んだのは7万ウォン8000円ぐらいかなのかなりいいコースです。っていうのもね、平日の昼間に行くとなんかランチのコースみたいなのでもっと安かったりするらしいんですけど、まあ休日だしね、せっかくだから美味しいもの食べたいじゃんって感じです。焼肉なんですけど、我々座ってるだけでカッティングも焼くのも全部店員さんがやってくれるすっごいサービスいい店でした。そして出てくる副菜もめちゃくちゃ美味しかった。またスオン行く機会があったらぜひ行きたいですね。ということで唐突の韓国編ですけれども、いかがだったでしょうか。交通が発達してるんで行きたいとこにスイスイ行けちゃうような感じだったね。ということで次はもう一段階ヘビーで、そしてディープな旅がしたいかな。そして冬の韓国むちゃくちゃ寒くって、朝と夜マイナス7、8度ぐらいまで落ちるんですよ。そこが盲点で若干しんどかったです。なんで次はもうちょい温暖な時期に計画したいかなって思ってます。食べ物もうまいし、日本から 1,2 時間で行けちゃうということでリピート間違いなしでございます。さあ2024年もいろんなとこ頑張って行ってみたいと思うんで、また次の放浪先でお会いしましょう。